強くなれる理由を知った僕を連れて進め。どうもリリーチャンネルネイリストゆかです。今日はさっき歌った鬼滅の刃の、禰豆子の着物の柄ですね。麻の葉模様と言います。そちらを描いていこうと思います。ではどういう柄かというと、こんな感じの柄になります。結構描くの大変かなと思うんですけど、これもう線と点だけでできているので、意外と覚えると簡単かなと思います。で、一度動画を撮ったんですけど、なんかあんまり映ってなくって、でもう一度再度撮ることにしました。はい、では始めていきたいと思います。では今日用意するものはベースのお色、それから、ラインは黒を使います。今日は鬼ライナーを使っていこうと思います。そしてノンワイプトップジェル、そしてパレット、それからライナー筆ですね。使いやすいものでいいと思います。そして今日はこちらのネイルチップにデザインを作っていきたいと思います。ベースのジェルが塗り終わりました。そしたらノンワイプトップコートをかけていきます。未硬化ジェルがあると結構広がったりして繊細な線が描けないんですね。なので一度未硬化のジェルを塗布して滑りを止めます。はい、ではそうしましたらクリアのジェルを少し筆に塗布してこちらになじませます。そして余分なものを拭き取って、そして黒ですね、ライナーのジェルを鬼ライナーですね、鬼ライナーのジェルをこちらに取って筆全体になじませます。最初は縦のラインですね。縦ラインもまっすぐ引きたいので点と点を結んだらいいかなと思います。そしてこことここの真ん中にまたラインを引いていきます。そしたらこちらも真ん中ですね。ラインを引きます。
これで硬化します。はい、では硬化しましたら、この真ん中のラインの中央の部分に点を打ちます。そしてこのキューティクルから真ん中、この間のラインにも真ん中に点を打ちます。この間、そして斜めにラインを引いていきます。最初はなんとなく試して、で先ほど硬化しているので、これがちょっと間違えたなと思ったら消せばいいだけですね。エタノールで消えると思います。少し自分に傾けながら描いていくと描きやすいと思います。感じですね。そして少し修正します。はい、では硬化しました。そしたら同じようにこことここの点を結んでいきたいと思います。はい、では点を結んでいきます。はい、ではこんな感じで出来上がりました。多少ずれていてもここに少し大きめなドットというか点を描いていくので、多少のずれは気にしなくていいかなと思います。こっちのラインを気にしてあげた方がいいかなと思いますね。はい、では硬化しました。そしたらここにたくさん三角ができてると思うんですが、こちらの三角の真ん中に点を打っていくんですね。そしたらこの三角の角から真ん中に引っ張ってきます。三角の角からさっき点を打った真ん中に引っ張ります。三角の真ん中に引っ張る。
これをすべての三角形に入れて同じことを繰り返していきます。はい、ではこれで硬化します。で、最後にこうドットをこうつけていくんですけれども、その時はこういうドット棒ですね、こちらを使っていただいてもいいと思います。ちなみにこれは、ハーモニージュリッシュですね。海外でも売っているブランドになります。今日はこれを使っていきたいなと思うので、このぐらいのサイズのものを使っていきます。ちょっと試して真ん中にポンとポン。こんな感じですね。では硬化します。はい、では硬化しました。では最後にノンワイプトップを塗っておしまいにします。で前回作ったのはこうメタリックで作ったんですけど、結構メタリックってこうカメラで描いてるとわからなくって、結構線が太いんですね。で見えなくてなんとなく描いてるんで、ちょっと中心も曲がってたりとかして、なんかいい作品にはならなかったので、今回改めて、撮り直してみました。で黒なので結構分かりやすくしっかり模様も出てるかなと思います。かわいい。これに市松模様を四角のいっぱい集まったやつですね、市松模様を入れてあげるとめちゃめちゃもう和風な感じの、もうザ・鬼滅の刃みたいなデザインになるんじゃないかなと思います。それだけでアニメのキャラクターのお洋服のデザインをこうやって爪に入れてあげるだけで、結構それだけでもテンションが上がると思います。現に私は今ナルトのこちらですね、模様、これは必ず私入れてるんですけど、もう何年もずっと入れてます。大好きすぎて。でデザインを考えるときはこれから考えるんですね。でそれと同じように本当にテンションが上がるので、1本だけとかこうバランスよく入れてあげるとおしゃれだし可愛いかなと思います。テンションも上がるし、皆さんもぜひ描いてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ゆかでした。